今夜の20時50分ですね。外の気温は10度ぐらいだったかな。今日月がすごく明るくて空も晴れてるんで、夜なのに山の形がすごくくっきり見えてですね、星も見えてすごい綺麗なんですよ。で、この間前回の動画で何分ぐらいが適切なのかなっていう動画の尺がいろいろコメントいただいて、よくよく考えてみたら長いなと思ったら別にそこで視聴をやめちゃえばいいんであんまり気にしないことにしますけど、だいたいこれ1本飲むぐらい20分ぐらいがちょうどいいんですかね。今日はですね、この間スプリングバレーの赤だったんですけど、このなんかグリーンが出てたんで、ジャパンエール香りっていうやつ、これをね試してみたいと思います。今日はね、もう仕事終わってからだいぶ経ってるんで、そんながっつかずに落ち着いて落ち着いて飲みます。いただきます。この間の赤いやつよりだいぶなんか軽い感じですね。でも本当香りっていうだけあって香りがすごくいいですね。結構軽い感じがするけど、そうでもないのかな。そうでもないのか。なんか五角形でなんか表してありますね。ボディ、苦味、香りが高くて、甘み、酸味が低い。確かに酸味はあんま感じないですね。美味しい。なんかそのコメントたくさんいただいてありがとうございます。なんかラジオ感覚で楽しんでいるというコメントがあったんですけど、そうですよね。確かにラジオ感覚で聞き流してるくらいの人も多分いるんでしょうね。ずっと画面を注視してるというよりも、なんかね、仕事とか家事とかやりながらの人もいますよね。そう考えるとなんか気楽に配信できますね。なんか楽になりました。ありがとうございます。無駄にバズらないように気をつけてね、細々と続けていきます。長く続けていこうと思うとバズらないのが一番いいんです。なんかみんなバズらせたがるんですけど、確かにあまりにも誰からも見られてないのは寂しいんですけど、ただね、必要以上に自分の実力以上にバズってしまうとね、あまり良くない、と思うんですよね。場が荒れがちになるし、場が荒れるとね、気持ちも荒れるんでね。バズる多少ね、自分の実力より常に過小評価されてるぐらいがなんか心地いい感じはしますね。なのでね、自分にできることを背伸びせずにやるのが大事なのかな。コメントを読んで、僕がねすごくね素敵なコメントだなと思ったのが、 My teacher said that every painting or music piece is practice for the next war。 私の先生が言ってたんですけど、全ての絵画や音楽は次の作品のための練習だと言ってましたって。これ本当にねその通りだと思います。この今撮ってる動画も練習なんですよね。もともとおしゃべりが得意じゃなくて、僕が、山の中に住んでるんであまり人と
そんなに話す機会がないんですね今で、なんだろう、僕の友達にですね、結構もう長い付き合いしてる友人ですごく喋るやつがいるんですね。僕は割とこんな喋り方なんで、何でしたっけ、横板に雨だれなんで、その僕の友人がですね、基本的には普通に話すんですけど、何かスイッチがカチッと入るとバーッと話すんですね。それがなんか縦板に水とはまた違うんですけど、なんか口から出た自分で言った言葉からそこから連想される言葉をなんか次から次に間を空けずに繋いでいく感じっていうか、これはねその彼が喋ってるのを聞いてもらわないとなかなか伝わりにくいと思うんですけど、自分で勝手になんか自分が言った言葉に連想する言葉でまた次の話ってしていくんで、だから話がどんどん脱線していくんですね。なんか話がバーッとそれたかと思うとぐっと戻してきたりして、結局話は一貫してるんですけど、なんかねその感じがジャズのアドリブの演奏みたいな感じなんですよね。即興で何も決めずに話してて、でこれはその友人本人にも言ったんですけど、なんかその喋り方がジャズっぽいから、なんかジャズをやったらいいんじゃないかって言ったんですね。その彼は別に何か楽器ができるわけで、ギターちょっと弾いてたかな、弾けるってほどでもないんだろうな、ちょっと鳴らせるぐらいの、で、ちょっとジャズとかやってみたら多分なんか面白いと思うよって言ったんですけど、もちろんその話し方がジャズっぽかったとしても、音楽の理論の勉強とか楽器のね技術の練習はもちろんしなきゃいけないんですけど、それでもなんかそういうジャズの呼吸っていうか、なんだろう、フィーリングっていうのかな、そういうのが最初から身についてるのはかなりアドバンテージがあるというか、有利、そこから始められるのは有利なんじゃないかなと思って、だから僕も今アドリブの練習をしてるんですね。この間も話したかでやってるんですけど、次のフレーズがとっさに出てこなくてうって詰まっちゃったりすることが多いんですね。話す時と同じで、この間の動画で自分の話し方がとかとか多いって言いましたけど、要は次に言う言葉を考えてるから、その間って言ってつないでるんですよね。だからジャズのアドリブの演奏においても、そのとかとでつなげばいいのかなと思ったんですよね。ちょっと一旦飲みますね今日結構なんか一気に喋ってますね。美味しい。そうだ、一旦あれ、この間の動画でその話したサックスの、僕がこの左手が余っちゃうって言って、ここのキーにライザーをつけてこう持ち上げればいいんじゃないかっていうので作ってみたんですよ。これね、これ映るかな、ピントが合わない、顔をどけたらいいのか、これ見えるかな、これコルクのシートを2ミリぐらいのコルクのシートをですね、接着剤で貼って、でちょっとカミソリで削って、でまたもう1枚貼って、で成形して、でまた貼ってって、4
4枚ぐらい貼ったのかな。それで綺麗に余った分を切ってヤスリでこう丸く綺麗な形にして、でね保護のために表面にニスを塗ったんですけど、意外とうまくいったんですよ最初なんか失敗したらまあ楽器屋さんに泣きつけばいいかなと思って始めたんですけど、意外とうまくいって、しかもねものすごく操作しやすくなりました。もうこう握ってる時にちょっともう常に触れてる感じなんですね。だからもう最低限の動きでも抑えられるというこのキーが、これはね大満足です。こんなうまくいくんだったらね、なんかちゃんと動画撮っとけばよかったなと思ってもう一個のキーをやるときは動画撮っとこうかな。で、何の話でしたっけ。そうそう、アドリブでとかでつなげばいいんじゃないかと思ったという話ですね。それがそのとかというのをなんて言うんだろうな、その自分の口癖みたいな感じのフレーズをかっこいいおしゃれなやつを何個か持っとけば、打って詰まった時にそれでつないでっていうことができるじゃんと思ったんですよ。まあ多分そんなことはちゃんと実力のあるミュージシャンの人はみんなそれをやってるんでしょうけど、それをねこう全然違うアプローチでこのおしゃべりを、自分の苦手なおしゃべりを動画で撮って皆さんに公開するっていう全然違ったアプローチからそれが発見できたというのがすごくいい成果だなと思いましたっていうことをちゃんとうまく言えたかな、なんかそれでそのとかっていうフレーズがその僕のオリジナリティというか個性になんか武士みたいなやつが、できるんじゃないかな多分。そして偉大なミュージシャンジャズマンたちもそうなんじゃないかなと思ってます。まあそのための練習なんですけど、僕はね練習って好きなんですよ。なんだろう、練習って一般的につまらないものってまあ思われがちですけど、僕は練習がすごく好きで、それがいただいたコメントの全ての作品は次の作品のための練習だから作品が次の作品のための練習ってことは、練習もとりあえず今回の作品なんですよね。だからつまらなくないんですよ。改めてすごくいい言葉ですね。全ての作品は次の作品のための練習っていうのはなんか座右の銘にしたいくらい。このコメントをくれた方が12スナッパー43さん、ありがとうございます。このね言葉を大事にしたいと思います。なんかジャズ、偉大なジャズマンといえばトランペットのマイルス・デイビスも人の名言で、なんか原文は分かんないんですけど、もう才能なんかいらないんだとにかく練習って、そういうねマイルス・デイビスがそう言うんだったらね間違いないだろうと思うんですけど、なんかねよくマッスルメモリーみたいなね、ジャズはなんか自転車に乗るときにねいちいち
バランスのこととか考えないですよね。自然に考え事しながらでも自転車は乗れるんで、そのくらいのところまでいければねいいんでしょうけど、そのための練習ですね。今日はすごくいっぱいおしゃべりした気がします1週間分喋った感じ。なんか最初の方のコメントで一緒にパブにいるような気分になれたよみたいなのもありましたけど、結構やっぱそういう人も多いんですね。周りに何もなくて外に飲みに行けないとか。あとなんだっけな、いつもコメントくださるフランス人の方で君が酒を飲んでる動画には全く興味がないんだよみたいなことを書かれてましたけど、まあ別にね、そういうご意見もあるでしょう。まあね、いろいろやってみたいんでやらせてくださいそれに対してなんか反論してるまたフランス人の方もいますねなんか揉めてんのかな。揉めないで大丈夫、僕は気分を害してないので揉めないでください。なんか今日は多分ね、前回前々回よりも画質いいんじゃないかな。なんかね、試行錯誤してるって毎回言ってますけど、なんかね、インカメラだとあんまりね画質が良くないからアウトカメラで撮りたいんですけど、アウトカメラだと自分がどういう風に映ってるのか確認できないから、なんかね、こっちの鏡を置いて今やってみてるんですけど、多分うまくいってるんじゃないかな。なんかこれのね、白いやつもあるんですよね。なんていう名前、なんていうんだっけな。ちょっと待って。スプリングバレー、シルクエール、白。これも美味しいんですよ。なんか僕あれですね。これあれですよ。PR じゃないですよ。なんだっけ。ステルスマーケティングじゃないですよ。ただのファンです。キリンのビールの。さっき話しながら考えてたんだけど、言うタイミングがなかったな。なんかそのとか問題、次のフレーズのためのつなぎとしてのそのまあジャズのアドリブで常にずっとなんか音を出してなきゃいけないってこともないんですよね。吹かないっていう演奏もありますもんね。だから
まあもちろんただの沈黙じゃなくて意味のある沈黙じゃないといけないんですけど、これは意味のない沈黙なんですけどね今沈黙もっと長い方が良かったかな。耐えきれなかったじゃあまあ今夜はこのくらいにしときます。多分途中で話が脱線したりしたのを切れば20分前後になるかな。そんなわけでこういう動画はね週2回ぐらいアップできればいいかなと思ってます。そんな感じなんで、じゃあお疲れ様でした。